こんにちは。8ジャパニーズへようこそ。今日は健康についてお話ししたいと思います。健康に気をつけることはとても大切ですね。お話前に最新のビデオが公開された時にすぐに通知を受け取ることができるようにチャンネルを登録してください。まずは睡眠についてです。皆さんは普段どのくらい寝ていますか？私は健康のために毎日8時間は寝るようにしています。十分な睡眠をとることで体と心が元気になります。睡眠不足は体調不良や集中力の低下を引き起こします。良い睡眠のために私はいくつかの習慣を守っています。まず、寝る前の1時間はスマートフォンなどの明るい画面を見ないようにしています。明るい画面は脳を覚醒させるため眠りにくくなります。代わりに寝る前には本を読んでリラックスするようにしています。特に小説を読むことで眠くなるのを助けてくれます。次に、寝室の環境も大切です。私は寝室を真っ暗にせず、少しだけ明るくするようにしています。これにより眠りやすくなります。ただし、個人差があり、真っ暗で寝る方が良いという人もいます。また、寝室の温度も重要です。夏はエアコンで26度、冬は暖房で20度に設定しています。寝る前に気をつけていることは食べ物や飲み物です。私はいつも11時には寝るようにしており、7時までに夕食を済ませます。寝る直前に食事をすると、消化の影響で眠りが浅くなってしまいます。また、カフェインは目を覚ます効果があるため、午後からはカフェインを避けています。カフェインはコーヒーや緑茶に含まれています。さらに、適度な運動をすると体が疲れて眠りやすくなりますが、寝る直前の運動は目が冴えてしまうので、夕方までに運動を終えるようにしています。昼寝は疲れを取るのに効果的ですが、20分以内にとどめることで夜の睡眠に影響を与えません。起床後はすぐにカーテンを開けて日光を浴びることで体のリズムを整え、夜もスムーズに眠ることができます。次のテーマは食事についてです。私たちの体は毎日の食事でできています。そのため、健康的な食事をすることはとても大切です。今回は私が食事で心がけていることをお話ししていきます。まず、バランスの良い食事についてです。私は栄養素をバランスよく摂るように心がけています。具体的には、炭水化物、タンパク質、ビタミン、食物繊維をバランスよく摂取しています。炭水化物はエネルギー源であり、米やパン、麺類に含まれています。タンパク質は筋肉や血液を作るために必要で、肉や魚、豆類に含まれています。ビタミンや食物繊維は体調を整えるのに役立ちます。これらのような様々な栄養を摂るためには、いろいろな料理をバランスよく食べる必要があります。特に野菜をたくさん食べるように心がけています。野菜にはビタミン、ミネラル、食物繊維が含まれており、体調を整えたり病気を予防したりするのに役立ちます。食事ごとに少しずつ野菜を摂取するようにしています。例えば、朝食ではサラダ、昼食では野菜スープ、夕食では温野菜を食べるように、少しずつ野菜を食べています。次に、
タンパク質も重要で、私は積極的に摂取しています。筋肉や血液を作るために必要な栄養素で、例えばラーメンに卵をトッピングするなどして補っています。次に、脂質についても気をつけており、良い油と悪い油のバランスを考えています。良い油は、魚やナッツ、アボカドに含まれる油です。これらは脳や血管の健康にいいと言われています。悪い油は肉や加工食品に含まれる油です。これらを摂りすぎると病気の原因になることがあります。私は魚を多めに食べたり、サラダにナッツを加えたりしています。逆に揚げ物や脂っこい肉料理は食べ過ぎないように注意しています。次に私が気をつけていることは水分をしっかり摂ることです。私は1日あたり1リットルの水を飲むようにしています。1リットルというのは結構な量です。普通に生活していると意外と水を飲んでいません。そのため、意識的に水を飲むことを心がけています。水分をしっかり摂ることで、肌がきれいになったり、腸の働きが良くなったりします。そのため、健康のために水分を多めに摂ることが重要です。次に気をつけていることは、ゆっくりよく噛んで食べることです。ゆっくり食べると満腹感を得やすく、食べ過ぎを防げます。また、よく噛むことで消化が助けられ、栄養の吸収も良くなります。私は一口につき30回以上噛むようにしています。健康的な食事は大切ですが、時には好きなものを食べたり、友人や家族と楽しく食事をすることも、心の健康に重要です。運動も健康には欠かせません。運動は睡眠や食事と同じくらい大切です。私は週3回、30分ほど家の近くでランニングをしています。ランニングは手軽にできる有酸素運動で、心肺機能を高め、脂肪を燃焼させ、ダイエットにも効果的です。特別な道具が不要で、お金もかからないので、誰でも始められます。疲れにくい体を作り、仕事や勉強にも集中しやすくなります。ランニングはすべての人におすすめです。次に、筋トレについてお話しします。私は、ランニングに加え、筋トレもやっています。週に2回自宅で筋トレをしています。筋トレは筋力を鍛える運動で、カロリーを消費しやすい体を作り、太りにくくなります。自分の体重を利用したスクワットや腕立て伏せを行い、太ももやお尻、胸や腕の筋肉を鍛えています。筋トレ後は、筋肉をほぐすためにストレッチをしています。ストレッチにはリラックス効果もありますが、無理せず痛みを感じない範囲で行うことが大切です。次に、日常生活での運動についてお話しします。私は机で仕事をすることが多いです。机で仕事をしていると運動不足になりがちです。そのため、日常生活の中でできるだけ運動を取り入れるようにしています。今回は私が実践している方法をいくつか紹介します。まず、移動するときはなるべく歩きます。例えば、短い距離を移動する場合は、電車やバスを使わずに歩くようにしています。また、エレベーターやエスカレーターを使わずに階段を使うようにしています。このように、
意識的に歩くことで運動不足を解消することができます。ちなみに、座りっぱなしは体によくありません。ずっと座っていると腰に負担がかかってしまいます。私はデスクワークの時は30分に1回は立ち上がって体を動かすようにしています。次のテーマは健康のためにやらないことについてです。健康のために運動などをするのは良いことです。しかし、健康に悪いことをしないというのも重要です。今回は私が健康のためにやらないことについてお話ししていきますね。まずは喫煙についてです。喫煙はタバコを吸うことで健康に悪影響を与える習慣の一つです。タバコに含まれる有害物質はがんや心臓病のリスクを高めます。さらに、喫煙は周りの人にも影響を与えます。これを受動喫煙と言います。特に子供や妊婦さんへの影響は大きいです。私はタバコを吸いません。もしあなたがタバコを吸っているなら禁煙することをお勧めします。禁煙とはタバコをやめることです。最初は大変かもしれません。しかし、禁煙することで健康になることができます。また、タバコはお金がかかります。禁煙することでお金を節約することができます。このように、タバコをやめることはメリットがたくさんあります。次に、お酒の飲みすぎについてです。お酒を適度に飲むことは悪いことではありません。お酒を飲むことでストレス解消になります。また、コミュニケーションの手段として役立つこともあります。しかし、お酒を飲みすぎるのは健康に悪いです。お酒の飲みすぎは高血圧や肝臓の病気などのリスクを高めます。また、アルコール依存症になる可能性もあります。これは、お酒を飲むことをコントロールできなくなる病気です。常にお酒が飲みたいという状態になってしまいます。私はお酒をあまり飲みません。ただ、飲むなら飲む量を控えめにしています。また、お酒を飲むときは、ゆっくり飲むこと、食事と一緒に飲むこと、水分をこまめに摂ることを心がけています。これらの工夫で肝臓への負担を減らすことができます。次に、加工食品についてです。私は加工食品を食べ過ぎないように気をつけています。カップラーメンや菓子パン、ソーセージなどが典型的な加工食品で、これらは糖分や塩分、添加物が多く含まれており、健康に良くないと言われています。ただし、完全に避けるわけではなく、頻度を控えるようにしています。例えば、ソーセージの代わりに豚肉や鶏肉を選ぶようにしていますが、時には加工食品も楽しむことがあります。気にしすぎないことも大切だと思うからです。最後のテーマは、私が健康のためにしていることについてです。まず、日光を浴びることの重要性についてお話しします。日光を浴びることで、体のリズムが整い、良い睡眠を得ることができます。また、日光はビタミン D の生成を促し、カルシウムの吸収を助けて骨や歯を強くします。さらに、日光には免疫力を高めたり、メンタルを安定させる効果もあります。私は毎日30分以上、日光を浴びるよう心がけています。ただし、
日光を浴びすぎると肌にダメージを与えることがあるので、適度に注意しています。次は、体を冷やさないことです。体温が低いと病気になりやすく、太りやすくなりますが、体温が高いと健康で元気に過ごせます。私はランニングや筋トレで体温を上げ、飲み物も温かいものを選ぶようにしています。冷たい飲み物は体を冷やすので避けるように心がけています。最後は笑うことについてです。実は笑うことは健康に良いです。笑うことでストレスを発散することができ、リラックスすることができます。また、免疫力を高めたり、血管を健康にする効果もあるそうです。私は日常生活の中で笑うことを大切にしています。例えば、笑えるアニメや映画を見ることも多いです。笑うことで体も心も健康になります。これからも毎日笑って元気に過ごしていきたいと思います。動画を見ていただきありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると、もっと動画を作れるようになります。皆さんが健康のためにやっていることがあれば、コメントで教えてください。